いけばなの未来の東聖子です。いけばなの未来インタビューシリーズ第7回は大坪高専さんです。大坪高専さんのプロフィールにつきましては皆さんご存知だとは思いますけれども、下の概要欄の方に記載してございますので、どうぞ後ほどご覧ください。先生、今日はどうもありがとうございます。なんかこちらの方、今日アトリエにお邪魔いたしまして、私もいつも先生こちらの方に立夏のお稽古で伺っているんですけれども、よくよく考えてみたら全然この建物のことについて聞いたことなかったんですけれども、これって何年前くらいに建てたんですか30年ぐらい前だと思いますよね。30年ぐらい前。まそうなんだ。もっと前かもしれないし、その本の発売が1996年。1996年。そうですね。そう。これ日本に出てるんですか？ここに挟んであるところ。住宅スタジオいけばな作家のためにって書いてある。設計中尾博史。中尾博史さん、中尾博史先生のこちらのお宅になってまして、ここの場面がここですよね。こんな感じになってます。はじめに、名古屋でも、建物に行けるっていうシリーズの時に初めて会ったんですね。名古屋。それでその真っ黒い自分もこんなうちに作ってもらいたいと思ったんですね。それがいけばなに、何か衝撃をくれる感じ。こちら今作品出てますけれども、こちらの、これがその名古屋のうちの。じゃあその同じ中尾先生の、中尾博先生の建てられたお宅で、このお化けアンスリウムとあれかやしで、器が柳原睦夫さんという、超有名な器の色っていうのを全く焼き物を否定して、ペンキでも塗るように焼き物を塗って焼いたその態度が驚いて、こんなことして焼き物を作っていいのかっていう、そういう衝撃があって、それで買っていずれ行けてやろうと思って待っていた時に、この黒い部屋に出会ったんですね。いや、この強烈なこの器をここに入れてみようっていう、そういうふうに発想してますね。この中がすごく暗くはないけども、逆に外の明かりがうっすら入ってくる感じ。このタイトルが「外は晴天でした」そういう感じが。で、そしてこれも大根も、この建物に大根を大量になだれ込んでここに積み重ねてみようという、そういう発想ですね。いや、これがそれでロックンロール大根タワー2っていうことだから、
湾があったわけですけど、ちょっとそれはまた後ほどお話を伺うといたしまして、じゃあここでその名古屋のお宅で生けられた時にすごい惚れ込んで、じゃあこの建築家にっていうことで建てたんです。それが、1996年3年後ってことですよね。で今こちら伺ってるんですけれども、改めて今まで上を見たことがなかったんで見てみるといろいろだなと思って楽しいです。あそこの、あそこバリ島の、真正面にある、あれは神様なんですね。ネパールの神様。ネパールなんですか。バリ島じゃないんだ。そうなんだ。ね、そして今日花つってあるけど、ちょっとまた後ほどお話伺いましょう。今作品を2つ拝見しましたけれども、その住宅つながりで。懐かしいやつですね。懐かしいですか。1985年。ブルータスが何か衝撃的なものをやって、面白いページを作ろうとして、お互いに、攻撃目標を完全に共通に持つことができなくて、それほど面白いページになってないっていう。そうなんですか。ただブルータスでやったっていう、取り上げたっていうところが面白いニュースだと思いますね。居住空間学、そのアーキテクチュアルスタイルブック、独立王国の室内学というふうなタイトルだったんですけど、もっとスキャンダラスなことをやりたかったんですね。なるほど。でもそれ中途半端。中途半端。でもね、それはこちらも中途半端で、向こうでもっと強烈な期待を示してくれれば、それは反応することができた。ちょっと前後のページ見る。中途半端な仕事ですね。前後のページ見てもそういう先生が求めてる感じではなかったですね。ただね、ここに私が面白いなと思ったのは、下田先生が下田貴俊先生ですね。下田先生が書いてるんですよ。昔読みますね。奇妙な装束に身を包み佇むひげの男大坪光線は電気工学科の学生の頃、何を間違えたか生け花の世界に迷い込み、怖いもの知らずの異星人よろしく生け花の世界の込み入った迷路やタブーを次々に壊していった。目を見張るエネルギーだった。一時代前の前衛創価の頃の重々しい造形や表現という余計なものや独特の文脈やルールを超え、花を手にした時の衝動に即して関わりを持っていこうとする姿勢を打ち立てたのであるって書いてあります。なんかちょっとその先生がこの雑誌のことはちょっとって言ってたけれども、おっしゃってたけれども、ここのなんか文章が私はなかなか先生のインタビューの始まりとしてはいいんじゃないかなと思って、ここの下田先生がおっしゃってることが一体どういうことなのかということで、なんか皆さんと一緒に作品を通して、そして先生を目の前にしてやっていこうかなって思ってます。はい、じゃあですね、ドン。これは面白かったですね。これはですね、週刊平凡、1971年11月4日号にただ今出ている。今の人はこのゴミ袋ってどんなものだとか分かんないと思うんですね。昔はデパートの催事場っていうのは必ずこのゴミ袋があったんですよ。今はポリバケツとか、あるいは、
段ボールの古い箱とかがゴミ入れになるんですけども、昔はみんなこの、ズタ袋10人ぐらい人間が入っちゃうぐらいの大きなズタ袋がいくつかこの会場に置かれるんですね。でそれにゴミをこう入れていく。そして私は学生アルバイトの男たちを、使って、そのゴミをそこに入れさせて、そしてゴミ場所へ持ってって、新しい、この空いたこう袋を持ってまた会場に戻ってそれで置いておく。でそれがものすごいこう、短く切るんじゃなくてかなり長いままボンボン放り込んじゃう。そのたくさん入れた姿がすごい迫力があったんですね。それで私は、ぜひこれを自分の作品として自分の席に置きたいって言って、それで、家元先生に許可を願い出したんですね。それで模型を作って、これで行きたいからなんとかやらせてくれって言って、それで、初め渋かったですけども、実際にこういうふうに行きますっていうそのものをこう作って、それでなんとかご許しくださいって言って、じゃあいいだろうってやってみろってそれで持ってた。そのゴミ袋に入れられた切った生け花の素材がひしめいてこうガタガタになって入ってるその姿を生け花を席に乗せるっていう、それに興奮したんですね。だから自分で、なんてすごいことなんだろうと思って、自分で感動してた。まだちょうどその当時っていうのはゴミの問題っていうのが急速に起こっていた時代であったんですね。いや、私がすごく思ったの、いくつかいろいろあるんですけれども、まずですね、こういう「週刊平凡」という普通の雑誌に生け花の話が出るっていうことに対しての、それは一つの驚きではあって、でなんかそのなんと大騒ぎみたいなこと書いてあって、やっぱりこれはセンセーショナルだったんだと思うし、で先生はこの時多分計算すると31歳とか32歳くらいのとてもお若い時だったと思うんですね。でそんな時にこんな大きなものが出せたのかっていう話なんですけど、私は30歳ぐらいまでいわゆる生け花の研究会のコンクールっていうのがあるじゃないですか。それでずっと全て最優秀みたくしてどんどんその席が高くなってったんですね。それで、非常に若い時にもうその30歳の時には最大席を与えられたわけですね。それまでかなり造形的な優秀作品をずっと毎年展示してたんですね。で今年はこれだと、ゴミだ、突然ゴミになる、突然ゴミだと、それもでかいやつでこんなセンセーショナルなことになったと。それで様子は
銀行員風っていうか銀行員風なのになんでそういったゴミへの興味っていうか、この時代ってそういった何か美術の潮流ってあったんですか？スクラップアートとかそういうものが、かなり急速に人気が高くなってた時代ですね。自動車なんかをスクラップにしたアートとか、チェンバレンとかね、そういうのが作った作品っていうのは自動車を潰した作品があったですね。だからそういうのもいいんだということが保証が後ろにあったから、生け花のゴミでも傑作ができるっていう、そういうふうな証拠立てがあったんですね。ゴミアートはこれでおしまいかというとそうじゃなくて、それからどんどん有名な代表作家展とか、それから西武デパートの大展覧会とか、そういうのが次々にあって、それに、毎回のようにゴミの塊を持ってたんですね。だからそれは、みんなそのうちもう慣れちゃって、またああいうのやってるとか、そういうふうになってくる。またなんかそれに似たこと衝撃力がなくなってくる。衝撃力がね。だから私はその衝撃力がなくなるということは、こう次々またちょっと違うことを考えなきゃいけないじゃないですか。私はこう結構模索したんじゃないかなと思って、これはね、生け花8人の会というのの生け花8人の会で銀座町屋でやったラブリーリーブス。これはやっぱり生け花っていうのは一枚一枚微妙な感じを捕まえて、それで、その微妙なところを利用して面白いものを作るっていうのが生け花の大切な条件ですね。でもその微妙なところが分かんない人っていうのが大多数の人だから、じゃあ一般の微妙なところが分かんないっていう人には生け花ができないのかっていう反論がありますね。じゃあ私が微妙なところを無視して、面白い生け花作ってみようじゃないかっていう、そういうので作ったのをこれでこう束にしてこうバシッと穴を開けて、それだって結構面白いんじゃないかっていう。そしてよく見るとこれはわいせつな絵になってるんですね。よくトイレの中に書いてある落書きね、男のトイレに書いてある落書きね、わいせつ漫画になってるんです。これは生け花そのものをこの侮辱してる感じが、そういう感じですね。このでもその生け花8人の会、大坪先生のほか、粕谷明宏先生、沢井剛先生、千葉里穂先生、永井理人先生、早川健一先生、吉村隆先生と、そういったなんかこう皆さん方と、なんかこういろいろと
新たなことに挑戦していこそうですねうという仲間な感じなんですかね。8人の会ができた頃のっていう。これ海雨ってカラーのこれ海雨ではすけど、名前が怪獣の怪に宇宙の「宇」をつけた海雨2つね。こんなの作ったんですね。カキ見ましたけど。外にあるでしょ。香港で再制作するために作ったんですね、2個ね。知ってますか皆さん、このカキのやたら重いことを。こういうふうに機械的な作業でこの植物を扱うっていう、それもまた生け花じゃないかということで、これはいずれまたやろうとは思いますけども、とりあえずは、なんかそういった今の海雨も1978年、70年代ですよ。で先生ね、これはこれは2021年去年の生け花流星展、ちょうどこれは1970年代にみんな若者もみんなこれ着て、真っ赤で膨らんだこのジャンバーを着ていた時代だったんですね。去年のね新しい作品をここに置いた理由は、70年代の仲間とね、こういろいろ考えながら熱い思いできっとやってたんだろうなと。この、作品の名前が1970年代のジャンパーを思うということで、やっぱりその仲間たちとね、そういった思いをことを思い出して作られたんだなと思って、だからちょっと今1970年代はどうだったかっていう思いでですね出してみまして、そしてその時のこれですよ、今度現代生け花美術館1980銀座松屋、キリ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 って書いてあって、着るっていうことに、生け花っていうのはやたらに着るんだっていう、その着ることについて、改めて考えてみようという、そういう作品で、こうひたすら切り刻んでいく、それはどういうことなんだろうって言って作った作品ですね。自分が作品を作るだけでなくて、展覧会を運営していく側としてのこうなんか大変さとか忙しさとかどうでしたか？これは松屋の展覧会で、松屋の展覧会っていうのはその松屋が全面的に事務的ないろんなことを全部やってくれたの。へえ、そうなんだ。それでこの頃は私たちは委員会だったけども、委員会やるたびにその自宅までタクシー券とかすごい羽振りよかった。なんかこう本当に贅沢に委員会やらせてくれて、いやそんな時代だったんですね。そういう時代だったんですね。いや生け花にもそんないい時代があったんだ知りませんでした。まあそんなこんなの80年のところからちょっと戻りますけど、1977年にちょっと戻ります。ほらごめんなさい。リンガですね。これはリンガインディア。ここでなんかその前にインドに行ったっていう話。自分の生け花、インドに行けばなんかすごい刺激を受けて、なんかいい生け花ができるかもしれないと思って行ったんですね。それで
リンガっていうものに出会ったわけです。リンガっていうのはこう道にお地蔵さんのように点々とあるんですよね。リンガが？リンガが。そしてそれに花びらを捧げるんですね。幕というか懺懺悔。それでこのリンガっていうのは何なんだって言ってた。これは弾痕だろってなんでそんなペニスに花びらを巻くんだって言ってた。それを巻くことによって子孫繁栄を願って、または自分の願いを託して、それがずっと大量にあるんですよ。だいたい枝を取っちゃって花びらだけにしちゃうっていうのは残酷じゃないかって言って聞いたのですね。そのガイドに。そうか。私たちの感じからすると、枝から取っちゃって花びらにして使うなんていうのは、その残酷なことではないか。そんなことない。枝ごと使ったらこそ再生産がそれで来年は咲かなくなっちゃうかもしれない。花だけ取って捧げるのはそれは正しいことだ。なんかね、日本とイメージが全然違うっていうか。それでインドから行って1年後にこの作品が自然とできてた。それが小原流草花のこれが作品ですね。小原流草花というのは小原流の雑誌なんですけど、毎月月刊だがなんか出ている、それにだから出たってことですよね。でこれ出してでも OK だったの、小原流は。小原流っていうのはいわばいい枝主義っていう感じがあるのですね。これはいい枝主義に対してどうでもいいようなそういう感じですから、そういう点でいい枝主義に対してそれを否定する感じっていうのがありますね。そういうわけでこれを小原流草花に載せようっていうそういうなったわけですね。それからこの後次にこれの同じ発想の作品が次々とこのリンガの作品というのは出ていったわけですね。これは生け花とフラワーデザインの戦うような展覧会、生け花代表とフラワーデザイン代表たちが集まって、これは東急デパートでやったんですね。1991年。これで、非常に巨大な作品でこれを出したってんですね。それでこれが1トンぐらいのその土の上で花びらがこう腐っていって色が変わっていくんですね。それが非常に微妙ないい味のなったんですね。そういうのをデパートでできたっていう。信じられませんね。それがいいですね。なんか例えば今流展でそういうふうな作品って作れないですね。
っていうかまあデパートでも無理無理だし、いろいろなところで無理ですよ。昔の方がなんかすごくなんかこう緩やかでおおらかだったんですよね。なんかそれは永井先生なんかの作品とかを見ても、なんか今はあんな路上パフォーマンスできないわって思うんだけど、はい、じゃあそれでまあこれだとやっぱりリンガの系列ではありますね。リンガの形になってないけど、花びらをこう巻いていくっていうので、これは横浜東洋スクラップセンター、スクラップ会社、そこでその嵐の金曜日かなんかな、この頃嵐の金曜日を歌ったの誰だっけ？ハウンドドッグ。ハウンドドッグ。この頃はハウンドドッグ面白くて、題名にハウンドドッグの歌ばっかりのタイトルですもん。歌をいくつもつけてる。ここの上のところを大きくすると、そのスクラップセンターのね、スクラップセンターの横丁ですね。すごいこんなもうなっていて、本当に花をどれくらい持っていったんですか？たくさん持ってたですね。たくさん、すごくアバウト。その主に菊の菊のりって言ってるあれでしょ。あれをこうやってほぐして、それが主ですね。そうなんだ。じゃあ食べられますね。それと花と工業廃棄物が入ったと。どうやってこの場所を探したんですか？スクラップセンターってあげて電話したの？電話したの？そう。使わせてくださいって。それでいくつかのスクラップセンターがあって、その中でこれを探した。よく OK してくれましたね。まあそういうことをやって、それで、嵐の金曜日かなんか歌いながらこれふんってやって、なんかこう、花をまく三芸だし、ゴミだし、ね、なんかそして暴力的。そうですね、暴力的な感じ。これもこれはすごかったですよ。これも暴力的。よくこんなことできたなと思って。これはこの自分の席大きいから、何でもできちゃうわけですよ。それでトマトを持ってきてこれ壁にこうぶつけて、それで大勢で壁にぶつけて潰して、それから手でこうこね回して、それでトマトだらけにしちゃってる。ね、トマトペインティング。1991年生け花流星店の上野の松坂屋でデパートでよくやりましたね。そしてさらにこの机っていうのはもともとこれで代々免状を作ってたこのテーブルので、流星派がお免状を作ってたこのそれを作品の中に入れちゃってる。だからいろいろな点でその踏みにじるっていう感じがありますね。先生、もし私がこういうふうな踏みにじるようなことを展覧会でやったら、先生はダメですって言わないですか？それはダメだって言うよ。ひどい。自分やってんのに。私が今
やっぱり管理者としてこれはやめさせちゃう。でしょう。でもやっちゃったの。ひどい。まあすごい面白いといえば面白い。なかなかねできないそれでこれは自分の弟子が、外国人たちもだから入ってたから、その国際的にこうなんていうか展覧会を踏みにじっていうかそんな笑ってる場合じゃないよっていう感じなんですけど、そんなまあでもだからまあ流星派はまあこれぐらいがピークで、こういう過激な悪いことっていうのは少しずつなくなっていきます。じゃあこれゴミからのということでゴミ捨て場にこんな風に生えていました。1994年洋酒山ごぼうと乳採卵。これをまあまともに、作品をまとめていくっていうそのことに対して反対していった作品ですね。なるほど。でなんかまあ私がそんなに、いい写真にならない。あ、そうですか。先生でも思うのは対策も、お稽古花みたいなそんなに大きくないものもそのやってることに意味に切れ目がないなと私は思うんですね。例えば対策とか何か流派を超えた展覧会に出す時と、それからもっとちっちゃな花とで乖離している人もいると思うんですね。これはこれなんかこれも生け花なのですか？そうです。でもこれももちろん生け花でなぜこれとこれがこんなに違うんだろうって言っても、その人の中で同じって言うけど展覧会の時っていうのは小さくまとめてこう作品にしていくっていうそういうのが生け花になってるからな。そうするとつまんなくなっちゃうじゃないかとかいうそういうことなんですね。その、展覧会にも限らず、小さな花で、そのいわゆるなんか生け花っぽい生け花、まあそういうつまんないってことですよね。次は運河のボートハウス、オランダのモーバックギャラリー。これはサイズが83センチ四方の大鉢に生けたというのか、盆栽みたいな雰囲気があります。そうですね。ボートハウスをこの時のその個展で感動してスイスのかなり有名なそのフラワーデザイナーが一緒についていきたいって言って、それでやってきちゃったの。それから今度その人はニューヨークの私の展覧会にも手伝いに来たいって言ってやってきたり、それからロンドンでデモンストレーションやる時もその手伝いって言ってやってきたりして。すごいですね。いやでもそれだけ感動したっていう、なんかこのなんだろう、この中に世界がなんか面白いって思ったんでしょう。今この作品の話に戻りますけど、いくつもあるんですけどね。これがその他にいろいろな作品を発表したわけです、その時。次なんかこう同じような鉢だけれども、もっと野菜炒めは前衛生け花か
これはちょっと面白いですけども、ある日中華丼ってすごく前衛的な生け花じゃないかなって思ってそれを再現した。それで器はすごく大きいんですね。こんなぐらい、このぐらい大きい水盤ですね。そこでその中華丼を作ったわけですね。それで中華丼は前衛的生け花だって言ったわけですね。でこれも例えば中華丼を真面目に作って巨大なものを作ってそれで今の現代の生け花の雑誌でそれは歓迎しないんじゃないかという感じがあります。でしょうね。汚いって言われちゃうだけ。まあ問題提起をしてますね。まあそんな感じの中で結構先生が扱うものは身近な、なんか花屋さんで売ってるものというよりは野菜が多くて、かなり身近な有名なロックンロール大根タワー。これはね隣の作品が、某流の非常に有名な人の作品だったんですね。その隣で、これをやったわけで、随分迷惑かけたろうなと思う。本当に隣は風流なのがいけてあるわけですね。そこへドーンとこうやって、何百本かこれを積み重ねちゃってのは、なんて迷惑だろうなと思ったけど、でも自分のこの大根はこんなに美しいじゃないかっていう自信があったんですね。でもちょっと大根って生々しい雰囲気が、そう生々しくて、ちょっと下品でっていう感じがあるでしょ。生々しくて、ちょっと下品な、何がいけない、それこそ生き物じゃないかっていう、そういう気持ちですね。もう今はためらっちゃってできない。この当時これで行こうっていう気持ちを突き抜けるその馬力っていうのは、ないですね今はね。これはこの時はすごいもう猛烈な馬力があって、それをやめた方がいいじゃないですかって周りもそれを止めることができなかったというそういうことがありますね。でも今思い出してみればやってよかったと思います。今、やることがよかった。よくやった。よくやった。なるほど。そしてさらにこの当時はこれで少しずつ匂ってくるんですね。それが大根だもんね。またいいじゃないかと。その
そういうことまで思ってたか普通の迷惑な感じがら。ね。そう、迷惑な感じ。でも、迷惑な感じだって、これ、まあ、匂って当然だ。植物じゃない、匂うのが当たり前と。